代女性シフォンさんです。シフォンさんは金銭感覚に疎いらしくて、あんまり考えずにお金を使ってしまい、全然足りひんやんって思うけど、結局なんとかなるらしいね。そんな金銭感覚でいいのかなというご質問でした。さて、金銭感覚が疎いシフォンさんへのメッセージとは一体何だったのでしょうか。それではどうぞ。お金に対してのアドバイスね。3次元のお金の使い方がなんか自分でよく分かってない。でも今のはなんとかなっちゃってるっていうのがこのままでも大丈夫なのかなっていう不安がちょっとありますよね。でもなんとか回ってるっていうのが素晴らしいよね。回ってはいるんですけど面白いな。何も考えてない。冷静に考えたらちょっとやばくないみたいな。それが一番いいよね。私もなんか足りへんと思ったらほんまに足りへんし、考えてなかったら足りるから、考えへん方がいいんやろうなって。すごい緻密に計算するとほんまに足りへんから。もしかしてじゃあ考えないとそのままいけってアドバイスが来るかもしれない。そうかもね。こんなんあんまり聞いたことないけど聞いてみる。はい、お願いします。めっちゃ忙しくやってて何してんねやろ。なんか机に座ってなんかチャリンチャリンとも聞こえるし、なんか帳簿みたいなのつけててお金も勘定してる。でしかもお金がアニメに出てきそうな金色の金貨みたいな。この人助けたらこんだけとか、そんなのかな、多分。貯めないといけないと思ってみた、お金を。でもそれなんか3次元のお金のこと言ってるんじゃなくて、ここでは。なんていうの？徳を積むみたいなこと？例の通貨っていう感じ？シルバーバーチがよく言うんですけど、人を助けたら、例えば3次元でお金をもらえなくても、例の通貨を皆さんすごい稼いでますよみたいなことを書いてるんですよ。そのことやと思う、多分。そうなんや。だからまあ、3次元で言ったらね、ここで稼ぐお金とか土地とかは死んだ時に持っていけないから、だからそういうのってあんまり大事じゃなくって、シルバーバーチが言うには、どんだけ人の役に立つか。すごい辛い人に対して優しい言葉をかけてあげるとか、気持ちがとても楽になるようなことをちょっとでもするっていう、人の役に立つっていうのがどんだけ大事かっていうのを本でずっと言ってるんですけど、それをした時に例の通貨がもらえるっていうの。だからなんかよくその高齢会っていうのやってたんですよ、シルバーバーチって。あれ男の人を通して、そのシルバーバーチが喋るんやけど、そこに、例えば霊媒師とか、すごいボランティアやってる人とか、もちろんヒーリングしてる人もそうなんですけど、その人たちが来て、その人たちを励ますっていうことをやってはるんです、高齢会で。あなたたちの仕事がどんだけ大事か。っていうのを言わないと、やっぱりわからないじゃないですか。やっぱ3次元に住んでるからさ、お金いっぱい稼いでる方がいいんかなとか、もっと称賛された方がいいんかなとか、自分がやってることが本当に役に立ってんのかなとか、やっぱり見えへんことやから批判もされるし、その批判を耐えながら、全体的なこの世の仕組みを分かりつつ、人のためになる。何が大事か、何が大事じゃないか、みたいなのを指標をちゃんと自分の中に持ちつつ、人のためにやるっていうことをやってる人たちやから、やっぱりたまに、ほんまにそのシルバーバージみたいな人に、本当に重要ですよっていうことをちゃんとお伝えして、その人たちがもっとこれから頑張れるっていうのをシルバーバージはしてはるんですよ。その時によく言うんですよ。例の通貨をすごい皆さん稼いでますよっていうこと。それこそが大事であって、その3次元でのお金とか、そのものとか、もちろんその生きていく上には大事なんやけど、本当に大事なのは自分が向こうに行った時にどんだけ例の通貨を皆さんがこの世で稼いだかどうかですよっていうことをよく言うんですよ。で、今、めっちゃお金の計算してるんですけど、帳簿つけて、金貨をこう数えてるんですよ。そこで言ってるのは例の通貨のことやってると思う。だから、意識として、そこしかこう
ーカスしてないんやと思う。うん、感覚がほんまに5次元寄りなんやと思う。だからすごいしっかりしてはるんやと思う。意識がね。実際の意識は知らないですけど、魂の意識として、このシルバーバーチャが言うように、本当に霊の通過が大事ですよっていうのをしっかり分かってはるんやと思う。だから気にならないんです。3次元のお金が。でも、すごい気にしてるのは、5次元のお金をどうやって稼げるか、どうやったら人のためになるかをすごい気にしてるみたい。それをすごいしたいし、だから、すごいお金を稼げる方法を探してるみたいな感じ。でも実際は、それはね、すごくそんだけ人の役に立つっていう方法を探してるって感じ。できるだけ効率よく自分ができる最大のやり方でたくさんお金を稼ぎたいの。それを言い換えると、自分がどう動けばみんなが上がるか、みんなが助かるかっていうのをすごくフォーカスして考えてるって感じ。で、その方法を今探してる。ヒーリングもできる、チャネリングもできる。でもどうしたらその人が本当に自分でやっていこうって、もっと頑張ろうって、自分が抱えてた問題が整理されて、もっと前に進もうとか、もっと上に行こうとかね、思えるかっていうのを、自分がどういう風なことを提供すれば、それができるか、例の通貨を稼げるかってことを考えてるみたい。確かにその3次元的なお金にはあんまフォーカスしてないです。今、あ、そうやって言って、何か思いついたみたい。で、どっか行きます。もうウキウキしてて、こうやってお金を稼ぐとか、喜びを持ってお金を稼ぐ、例の通貨ってことね。稼ぐっていうのがすごい嬉しいみたい。そのためにここに来たわけやから、それを自分で探るのも楽しいし、あれこれ考えるのが楽しいんです。こうしたらいいかなとか、こうしたらもっと良くなるかなとか、そうしたら相手も喜べばそれが自分の喜びにもなるわけやから、その過程を自分で探るのが楽しいみたい。これも学びやし、これも冒険やし、自分で見つけたからこそ喜びも大きくなるわけやし。でもなんか思いついたみたいで、たすき掛けのポシェットみたいなの持ってて、で、手をわーって振って、ニコニコってして歩いてってます。今ね、大きな川があって、その横に土手があって、そこをニコニコで歩いてるんですけど、土手のところが芝生になってて、そこになんか数人人がいるみたい。でもそこには入ってけへんかったな。多分ライトワーカー講座かな。みんなやってるなみたいな感じで。でもそこじゃないって言って、また歩いた。今度左側にもそういう場所があって、ヒーリングやってるみたい。そこを見て、ちょっと真剣な顔になります。真剣っていうか、っていう感じ。なぜなら、理由がわからないのに、ヒーリングしたって意味ないから。だって、病院と一緒じゃないですか、そういうのって。頭が痛いです。じゃあ薬飲んでくださいね。取りましたよ。でも、また頭が痛くなったらまた来るんですよ。薬ないから。薬あげるじゃないですか。じゃあそんなエンドレスでしょ。で、そうやってやってるのが今なんやなと。しんどいから取ってあげる。でも帰ってまた具合悪くなったら来る。っていうのが、自分がやりたいことなんかなって。例の通貨を稼ぎたいわけよ、今は。確かに、来て、取ってあげて、って言って、3次元のお金は貯まるかもしれへん。何回も来るからだって。でも、自分が稼ぎたいのは今5次元のお金なんですよ。だから全く興味ないね、そこに。だから、これは違うんやなと。ちょっと方向転換しなあかんなってなって、今、天使になって、バーって、光って、背中に羽生えて、わーって飛んでいきました。これ引かなあかんなって。面白いな。神様に引かなあかんのかな。上に行って引かなあかんって思ったみたい。で、上から見なさいって。今神様みたいな人が上にいて、そこに聞きに行ったんですよね。実際じゃあ自分どうしたらいいんかなって聞きに行ったみたい。聞きに行くのには全然躊躇もないです。振り返って下見なさいって。
言われたみたい。ヒーリングを受けてる人も、ライトワーカー講座を受けてる人も困ってるって。で、あなたはこの人たち助けたいんだよねって。ヒーリングみたいにその都度ちょっと楽になるとかじゃなくって、自分でやっていける人になってほしい。その苦しいところを自分で手を借りながらやけど脱出して、自分で自分を支えるようになって、いずれはその人たちが輝いて、昔のその人たちの指針になるような人たちを作っていくっていうのが、この世界全体を上げていくことやから、そうしたいんだよねって。でも、ライトワーカー講座を受けてる人も、結局は、先生が横についてくれてた時とか、講座を受けてる時は頑張るんですよ。ヒーリングも一緒。ヒーリングを受けてる時はまあ良くなったなってなる。でも、結局は人にしてもらってるっていう姿勢が変わらないから、良くならないんです。戻るんですよ。両方とも。なぜなら、受け身やから。人に自分を変えてもらいたいとか、講座受けたら勝手に変わるやろとか、ヒーリング受けたらすごい急に何かできるようになったとか、なんかそういう他力本願的な考え方。だから変わらないんだよっていうのを上から神様が説明してる。確かにそうやなって。何をしようと、ライトワーカー講座受けようと、ヒーリング受けようと、結局はその人の気持ちの問題なんです。自分で良くなりたい。自分で変わらないといけない。本当に変わりたいとか、本当に良くなりたいとか、もっと幸せになりたいとか。でも幸せにならない原因は自分であるっていうことに気づかないといけないんです。それがないと何を受けようがもう一緒なんですよ。だからその根本を見ないといけないって。何をするか、何を提供するかとかじゃない。それが大事なんじゃないよって。その人の心の状態がどういう状態であるかっていうのが大事ですよ。いくらその人たちがしんどそうに見えても、講座を受けに来たとしても、結局は自分が自分を変えるんだって思えてない人に対してやっても、一緒なんやって。方法は関係ない。だから、あなたが見つけないといけないのは、そういう覚悟がある人ですって。その視点をちゃんと持ってほしいって。自分がさっき考えてたのは、何をしたらもっと上がるかな。どうしたらもっと効率よくできるんかな。っていうのを考えてたけども、それよりも相手方の心意気というか、それが大事なんですっていうことを今説明されてます。なるほどなって。今までは自分の提供の内容をすごい考えてたんやけど、そこだけ見るんじゃなくて、相手方の問題もあるんやなって、今思ってます。準備できてる人を探しなさいって言われてるんだけどね。あ、そっか。効率よくやりたいんやから、それのアドバイスみたい。準備ができてる人にやりなさいって言ってる。闇雲にやるんじゃなくて、闇雲にこっちがこうやってどんだけ提供してこうすればとか言ってそれをばっかし考えてたんやけど、それは相手方の問題がもうほぼ全てやから、準備ができてるかどうかっていうのを、ちゃんと見なさいって。しんどいと言いながらそこにいたい人だっているわけやから、苦しそうに見えるからやった方がいいかなとか思ってやるけど、それこそ不効率なんです。そこにいたんやったらもうそこにいさせてあげればいいし、横についている必要はない。別にいたかったらいていいんですよ。そのしんどいって思ってる人の背中をずっと誘ってあげることをしたいとかっていうのがありますから。でも効率よくいたいので、表面上の苦しそうな表情とか、その人の話とか、この表面上で判断するんじゃなくて、この人もうそろそろやなとか、そういったタイミングをこっちで感じるんです。だからその、状況を見極めなさいって。そうすると効率よくできるし、効率よくお金を稼げるって、5次元ですけどね。でそれをやってると、自然と3次元のお金がついてくるらしいです。それって連動してるね。時間差割れる。そういったのを、自分で見極める。そういうのをだんだんとやっていくと、だんだんと上がる人
人が来るみたい。上がるタイミングの人が来るって。で、そうすると、効率よく5次元のお金も稼げるし、で時間差で3次元のお金がついてくるって言ってる。だから、今のお金の感覚はそれでいいんです。そういう風になってるから。普通だったら反対なんですよね。3次元のお金を考えすぎててみんな。5次元のそのお金を稼ぐっていうのをおろそかにしちゃうんだけど、逆でちゃんとできてるから、それでいいそうです。だから、さっき散歩した道で、ライトワーカーの講座が右側に見えて、ヒーリングの人が左に見えるんですけど、みんなが上がるわけじゃない。その人の準備ができてる人だけが上がる。その中から、パーって楽になっていく人がいる。学んでいく人。これってこういうことやったんやなーって。やっとそこで何人かこうパーって上がっていく人がいる。でもそうやったら楽しくなるし、自分も楽しんでそうやってやって、相手方も上に上がれ。これがこう例の通貨をこう稼ぐっていうこと。自分だけが犠牲になるんじゃない。自分も楽しくて、相手も上がる。こうウィンウィンの関係みたいな感じですね。だって自分だってね、ワンネスの一部なわけやから。そういった関係ができたときに、初めて3次元のお金が時間差でついてくるみたいな感じか。だからそのまま行きなさいって。ちょっと軌道修正するだけ。でいいって。それでいいらしいです。ありがとうございます。ですか？ちょっとね、感じたことがあったんです。はいはい、お願いします。すごく自覚がありました。その状態の人を見つけるっていう視点は確かに自分の中になくて、でもなんかスピリチュアル系のことをやる前にスポーツ関係のお仕事をしてる時に指導者をやったことがあって、練習とかを見て日々やっていくわけじゃないですか。その子たちのその最後の大会、これ負けたら引退ですっていう大会の決勝戦まで行って、でその時に私がベンチというか入ってたんですけど、スピリチュアルなことじゃないけど、その人の意識がすごい超える時、今までその子たちがずっと2回戦負けとか3回戦負けで、その子たちが決勝戦に行きましたってなって、自分の意識がこうバーンって上がった瞬間、要はそのさっき言ってたその状態が整っている人たちに必要な言葉を自分がこうスッてこうで、その子たちがそれを拾って違うステージにバッて行く瞬間、その瞬間がなんか私がこう唯一こうやってて鳥肌が立つ瞬間なんですよ。なんでそこに鳥肌が立つんだろうっていうのが不思議だったんですけど、今その言われたその時を迎えようとしている人に対してっていうのはこう肌でこう感じて、それに対して見極めてやる、何かがその人の中でこう起こるみたいな、そういうのはすごく自分で体感はすごいしっくり、なんか好き、魂が震える瞬間なんです。そっかそっか。だからすごいなるほどな。ありがとうございます。私はやっぱそこのポイントにすごく鳥肌が立つですね。はい、シフォンさんは感覚が5次元寄りの方なんやね。通りで綺麗な人やなーって思ったわ。例の通貨を稼ぐ素敵な表現の仕方やんね。にゃんこもめっちゃ貯金して今世めっちゃ楽しかったでっていうのが目標です。それでは3次元の世界を楽しむべく串カツ食べ放題に行ってきます。今日も最後までご視聴ありがとうございました。